レッスン1、スーパーマーケットアドベンチャー。ああ、いいね。今日はどこに買い物に行きましたか？近くのスーパーに行きました。新鮮な食材が豊富に揃っています。便利そうですね。新鮮な果物や野菜は常に欠かせません。間違いない。それらは私が家で作る食事に大きな違いをもたらします。スーパーに地元の商品があるのが大好きです。近くの農場を支援するのは気持ちがいいです。はい、そして品質の違いを味わうことがよくあります。オーガニックのオプションもいつも探しています。ヘルシーになりがちです。良い選択です。自分の体に入れるものに気を配ることが大切です。あのスーパーに行かないと。行く価値ありそうだね。レッスン2、エキサイティングなニュース。私は家までずっと走り、ワクワクしながらドアを駆け抜けました。何が起きたの？ワクワクしているようだね。私は叫んだ。ママ。ママ、そして、彼女は目を大きく開けて寝室から出てきました。彼女の表情を想像することしかできません。何を伝えたかったの？私が応募した奨学金についての素晴らしいニュースを受け取りました。それは素晴らしい。あの瞬間、彼女はあなたをとても誇りに思っていたに違いありません。絶対に。私たちが一緒にその功績を祝ったとき、彼女の興奮は私のものと一致しました。大切な人と良い知らせを分かち合うのはいつでもいいことです。はい、その瞬間は、すべてのハードワークを信じられないほどやりがいのあるものに感じさせます。レッスン3、アメリア・イヤハートの遺産。アメリア・イヤハートの不思議な運命について考えたことはありますか？はい、彼女が海を越えて行方不明になったのはとても悲劇ですが、彼女の人生はとてもエキサイティングでした。まさに。彼女は航空業界のパイオニアであり、当時の女性の壁を打ち破りました。彼女の冒険心は、今日も多くの人々にインスピレーションを与え続けています。彼女の死が謎のままであるが、彼女の遺産が生き続けているのは悲痛なことです。絶対に。彼女は決意が信じられないほどの成果につながることを示しました。彼女が夢を実現するために限界を押し広げ、リスクを冒した方法に感心します。彼女の話は、私たちが挑戦を受け入れ、情熱を追求することを奨励しています。彼女は本当に歴史上注目に値する人物でした。レッスン4、エンジニアリングマイルストーン。内燃機関は複数の発明者によって開発されたことをご存知ですか？はい、読んだことがあります。このエンジンはガソリンを燃やすことで動き、輸送に革命をもたらしました。もう一人のドイツ人発明家、カール・ベンツは、この画期的な技術を搭載した車を作りました。それは魅力的だ。彼の発明は現代の自動車の基礎を築いた。将来、他にどんな発明が私たちの生活を変えるのだろうとよく思います。はい、テクノロジーは進化し続けています。次に何が起こるのか楽しみです。どの時代にも、ベンツがそうであったように、世界を変えるパイオニアがいます。レッスン5、緊急通報。
ニコールが警察に30回緊急電話をかけたなんて馬鹿げてる。そして彼女を取り巻く事件の後、それらの電話はどれも正式な告発にはつながりませんでした。彼女が真剣に受け止められていないような気がして、それは彼女にとって信じられないほどイライラしていたに違いありません。絶対に。緊急事態への対処方法の問題がいくつか浮き彫りになっています。彼女が何度も助けを求める必要性を感じた理由が理解できます。これは厳しい状況であり、人々が安心し、支えられていると感じることが重要です。彼女の経験がシステムの認識と改善につながることを願っています。はい、特に危険的な状況では、誰もが意見を聞くに値します。コミュニケーションと行動は、すべての人の安全を確保するための鍵です。レッスン6、水泳の偉業。チャドウィックについて聞いたことがありますか？彼の水泳の偉業は実に印象的だ。はい、彼はイギリス海峡を両方向に泳いだ。驚きだ。しかし、誰も彼の業績を本当に認めなかったのは驚くべきことです。それは本当です。このような成果が見過ごされるとは信じがたい。彼の献身と技能はもっと広く称賛されるべきです。間違いない。このような偉業を成し遂げるには、計り知れない強さと忍耐力が必要です。彼の話は、多くの意欲的なアスリートが自分の限界に挑戦するきっかけになると思います。はい、スポーツの壁を打ち破る人を認めることは重要です。チャドウィックの遺産は記憶に残り、称えるに値します。レッスン7、沿岸探査。ヨーロッパ人が何百年もの間どのようにアフリカの海岸を旅してきたか考えたことはありますか？探検家が未知の世界に足を踏み入れるのにかかった勇気を考えるのは魅力的です。絶対に。彼らは危険な海域を航行し、途中で数えきれないほどの課題に直面しました。それでも、彼らの発見への欲求は、危険にもかかわらず、彼らを前進させました。旅のたびに新しい交易路が開かれ、様々な文化に触れることができました。それは本当です。起こった交流は双方にとって変革をもたらしました。そのような壮大な航海の後に彼らが家に持ち帰ったに違いない物語を想像してみてください。それらの物語は、多くの人が自分の視野を超えた冒険を夢見るきっかけになったに違いありません。実際、これらの探求の遺産は、今日も私たちに影響を与え続けています。レッスン8、障壁を打ち破る。抑圧と抵抗の最も強大な壁を一掃する可能性のある流れについて考えると驚くべきことです。はい、歴史は強力な運動がいかに社会の流れを変えることができるかを示しています。団結した声の強さは、最も定着したシステムでさえも真に挑戦する可能性があります。まさに、人々が団結すれば、止められない変化の波を巻き起こすことができます。情熱と決意がいかに進歩につながるのかを見るのは刺激的です。そして勇気の物語が無力だと感じる人々にどのように希望をもたらすのか。どんな小さな行動も正義と平等を求めるより大きな運動に貢献することができます。どんなに暗い時代でも光は突き抜けることがあることを思い出させてくれます。間違いなく、それがレジリエンスと人間精神の美しさです。レッスン9、
買い物リストの必需品。ですから、今日のリストには、卵、パン、牛乳、そしていくつかの果物が必要です。今週のヘルシーな食事の計画はしっかりしているようですね。はい、これらの基本があれば、朝食や軽食を簡単に作ることができます。これらの材料が様々なレシピにどれほど用途が広いかが大好きです。まさに、オムレツから美味しいスムージーまで何でも作れます。そして、ヘルシーなデザートに新鮮な果物の喜びを忘れないようにしましょう。正しい素朴な喜びが、食事に素敵なアクセントを添えてくれます。パントリーにこれらの必需品をストックしておくことが不可欠だと思います。もちろん、長期的には時間とお金を節約できます。レッスン10、カジュアルスタイルの選択。カジュアルなものを考えています。多分無地の白いシャツがその機会にぴったりでしょそれは素晴らしいですね。クラシックな白いシャツはいつもスタイリッシュなチョイスです。とても用途が広いので、ドレスアップしたり、のんびりと着たりできます。まさに、ジーンズと合わせてリラックスしたルックスに、ドレスパンツと合わせればフォーマルな装いになります。そして、本当にどんな季節にもぴったりです。はい、薄手のジャケットやカーディガンのように重ね着するのにも適しています。さらに、様々な色やスタイルで簡単にアクセサリーをつけることができます。シンプルなピースでも簡単に洗練された外観を作り出すことができるのが気に入っています。それがファッションの魅力です。時には少ない方がいいこともあります。レッスン11、テクストアドベンチャー。テクノロジーは急速に進化しているので、店でも似たようなものを見つけるべきだと思います。本当、最新情報を確認するために、テックストアに行く計画を立てるべきです。最新のガジェットやイノベーションを探求できることにワクワクしています。はい、テクノロジーがどのように私たちの生活を向上させることができるかを見るのはいつも刺激的です。私たちも使える面白いアクセサリーはないかと思います。間違いない。アクセサリーによって使い勝手が大きく変わることもあります。さらに、様々なブランドの特徴を比較するのも楽しいです。絶対に、自分のニーズにぴったり合うものが見つかるかもしれません。行く前にチェックしたいもののリストを作っておきましょう。レッスン12、やり遂げる。時々、手に入るもので間に合わないといけませんよね。もちろん、そのような状況では、基地に富み、創造性を発揮することがすべてです。まさに、既成概念にとらわれずに考えれば、どのように適応し、代替案を見つけることができるかは驚くべきことです。同感です。多くの場合、予想外の解決策につながり、非常に満足のいくものになります。さらに、いつもより多くを求めるのではなく、持っているものに感謝するようになります。確かに、シンプルさに喜びを見出すことは、まさにゲームチェンジャーになり得ます。そして、人生の些細なことへの感謝の気持ちを育みます。日々の経験を豊かにしてくれる貴重な教訓です。今週の計画を進めるにあたり、その考え方を維持しましょう。レッスン13、ショッピングの好み。選べるお店はたくさんありますが、買い物をするときはいつも何を探しますか？
私は量より質を優先しがちです。長持ちするアイテムが欲しいです。それは理にかなっています。良い商品に投資すれば、長い目で見ればお金を節約できることが多いです。まさに。そして、大量生産されていないユニークなアイテムを見つけるのも大好きです。これらの発見は、多くの場合、より個性的で、独自のストーリーを語っています。はい、私のコレクションに個人的なタッチを加えています。また、優れたカスタマーサービスにも感謝しています。これにより、ショッピング体験が向上します。絶対に。フレンドリーなスタッフがすべてを変えることができます。さて、今日はどこからショッピングを始めたらいいのでしょうか。レッスン14、イベントの実行。あまり真面目ではないランナーは、イベント前やイベント中に街全体でパーティーの雰囲気を作り出すことがよくあります。このような集まりが地域社会を一つにして祝うなんて信じられません。はい、エネルギーは伝染しやすく、走っている時でも応援している時でも、参加を促します。観客の興奮は、参加者が自分の限界に挑戦するモチベーションを高めます。まさに、レースそのものと同じくらい、経験が重要です。そして、関係者全員のフィットネスと健康を促進する素晴らしい方法です。これらのイベントが、見知らぬ人同士の友情の感覚を生み出す方法が大好きです。はい、スキルレベルに関係なく、人々がお互いを支え合っているのを見るのは心温まることです。私たちの街で開催される次の大きなイベントのカレンダーに印をつけましょう。レッスン15、新しい地平線を探る。新しい視野を探求し、異文化を直接体験したいという衝動を感じたことはありますか？絶対に。新しい環境に没頭し、多様な人々と出会うというアイデアは、信じられないほどエキサイティングです。活気に満ちた市場を散策したり、エキゾチックな食べ物を味わったり、私たちとは全く異なる伝統について学んだりすることを想像してみてください。すごいですね。それぞれの場所には独自のストーリーがあり、それを直接体験することは非常に貴重だと思います。さらに、旅行は私たちの視野を広げ、私たちの違いの美しさを理解するのに役立ちます。はい、そして私たちが旅行中に作り出す思い出は一生続くことが多く、予測すらできない方法で私たちの生活を豊かにしてくれます。では、次に訪れる目的地を一つ選ぶとしたら、どこを選びますか？日本を探検してみたいと思います。近代性と伝統の融合に魅了されます。それは素晴らしい選択です。テクノロジーと古代文化の融合は、本当にユニークな体験を生み出します。レッスン16、週末の計画。週末に近くの街への旅行を計画するのがどれほどエキサイティングか考えたことはありますか？それは素晴らしいアイデアのようですね。新しい場所を探索することは、たとえ数日だけであっても、とてもリフレッシュできます。まさに、街を散策したり、地元の食べ物を食べたり、他では見られないユニークなお店を訪れたりすることを想像してみてください。新しい街で隠れた名所を発見するというアイデアが大好きです。特に地元の人がたむろしている魅力的な小さなカフェはそうです。そして、普段のルーティンから一休みして、仕事や日常業務から離れて時間を楽しむ絶好の機会です。間違いない。さらに、そのような旅行中に私たちが作る思い出は、しばしば私たちの最も大切な経験の一部になります。では、
週末に訪れる都市を選ぶことができるとしたら、どの都市を選びますか？ニューオーリンズを探検してみたいと思います。ニューオーリンズの文化、音楽、食べ物はとても活気に満ちていて魅力的です。それは素晴らしい選択です。活気ある雰囲気と豊かな歴史は、本当に忘れられない経験になるでしょレッスン17、ドリームバケーション。日常の喧騒から逃れるために、熱帯の楽園で夢の休暇を過ごすのがどんな感じか考えたことはありますか？絶対に。砂浜に横たわって爽やかなドリンクを飲み、波の音を聞くというアイデアは、私にとって完璧な休暇のように思えます。本当にそうです。鳥のさえずりやヤシの木から差し込む太陽の音を聞きながら目を覚まし、一日の始まりを誘っているところを想像してみてください。はい、そして色とりどりの魚に囲まれてシュノーケリングをしながら活気に満ちたサンゴ礁を探索するという考えは、私がずっと体験したいと思っていたことです。さらに、海辺のレストランで地元の珍味を試し、その浅隠れた新鮮なシーフードを楽しむこともできました。まさに、訪れた場所の文化を反映した本格的な料理を味わうのはとても特別なことです。では、訪れるべき島を選ぶとしたら、どの島を選びますか？私はバリに行きたいと思います。美しい風景と豊かな文化は信じられないほど魅力的です。それは素晴らしい選択です。素晴らしい自然と魅力的な伝統が混ざり合い、忘れられない冒険となるでしょレッスン18、市場での一日。鮮やかな色彩と新鮮な農産物の心地よい香りが漂う地元の市場に行ったことがありますか？絶対に。果物、野菜、手作り品が並ぶ屋台を歩いていると、とても活気があり、魅力的です。まさに、各ベンダーがそれぞれ独自の製品を紹介し、その成長方法や作り方についてのストーリーを頻繁に共有する方法が気に入っています。はい。新しい味や食材を発見しながら、地元の農家や職人を支援する絶好の機会です。フレーバーといえば、市場を探検していると、新鮮な果物や焼き菓子のサンプルをいつも楽しみにしています。私も、その小さな一口が、他の方法では試さなかったであろう新しいお気に入りを発見することにつながることがよくあります。では、市場から持ち帰るアイテムを一つ選ぶとしたら、それは何でしょうか？完熟したジューシーなイチゴを選ぶと思います。美味しいだけでなく、デザートを作るのにも最適です。楽しそうですね。新鮮なイチゴは、ショートケーキに入れたり、砂糖をまぶしてそのまま食べたりしても素晴らしいでしょう。レッスン19、ウィークエンドアドベンチャー。週末に近くの街で自発的に冒険に出かけるのがどれほどスリル満点か考えたことはありますか？絶対に。新しい場所を探索したり、地元の食べ物を試したり、様々な文化を体験したりするワクワク感は、信じられないほど魅力的です。魅力的な通りを散策したり、ユニークなお店を見つけたり、賑やかな市場の活気ある雰囲気を楽しんだりすることを想像してみてください。はい、たとえそれが数日間だけであっても、異なる環境に没頭することには魔法のようなものがあります。そして最高の部分は、探検しながら忘れられない思い出を一緒に作ることができることです。まさに。さらに、地元の珍味を試したり、隠れた宝石に出くわしたりすると、その体験はさらに特別なものになります。では、週末に訪れる都市を選ぶとしたら、
どの都市を選びますか？ニューオーリンズを探検してみたいと思います。ニューオーリンズの音楽、食べ物、文化はとにかく魅力的です。それは素晴らしい選択です。活気ある雰囲気と豊かな歴史は、素晴らしい休暇になること間違いなしです。レッスン20、自然を探索する。美しい風景と新鮮な空気に囲まれて、自然に囲まれて週末を過ごすのがどれほど爽快か考えたことはありますか？絶対に。都会の喧騒から逃れて、緑豊かな森の中をハイキングし、自然の静けさを楽しむというアイデアはとても魅力的です。考えてみてください。そよ風に吹かれて葉がざわめく音と、活気に満ちた野生の花が私たちの周りに咲いている光景です。はい、そして、穏やかな湖のそばに居心地の良いキャンプ場を設置して、リラックスして夕日の素晴らしい景色を眺めることを想像してみてください。さらに、澄んだ空に数えきれないほどの星がいっぱいの夜に、星空を眺めるチャンスは、まさに魔法のようなものです。まさに、画面や気を散らすものから離れて屋外にいることには、とても落ち着く何かがあり、自分自身と再会することができます。では、探検するハイキングコースを選べるとしたら、どれが一番上にあるでしょうか？ロッキー山脈のトレイルをハイキングしてみたいと思います。息を飲むような景色と多様な野生生物に恵まれているので、理想的な目的地です。それは素晴らしい選択です。そびえ立つ山頂と透き通った湖の組み合わせは、忘れられない冒険となるでしょレッスン21、パーフェクトな夜。星空の下で一晩中過ごし、美味しい料理と会話を楽しんだらどんな感じか想像したことがありますか？絶対に。フェアリーライトの柔らかな輝きと周囲の自然の音を聞きながら外に座っていると、信じられないほどロマンチックに聞こえます。想像してみてください。心地よい毛布を芝生の上に広げて、美味しいスナックを並べて、そしてワインのボトルをシェアするのもいいかもしれません。はい、また、ポータブルスピーカーを持ち込んで、お気に入りの音楽を再生して、夜にぴったりの雰囲気を作り出すこともできます。それは理想的に聞こえます。このような瞬間こそが、私たちがリラックスし、日常の邪魔にならないようにお互いに本当につながることができるのです。まさに。さらに、リラックスした環境で屋外の美しさを楽しんでいると、会話がはるかにスムーズになります。では、この完璧な夜を過ごせる場所がどこか選べるとしたら、どこに行きたいですか？湖のそばで夕日が水に反射するのを見たり、星が現れるのを眺めたりできるのがいいと思います。それは素晴らしい選択です。湖畔の静けさは、間違いなく体験をさらに充実させるでしょう。レッスン22、週末旅行。都会から離れ、自然に囲まれた山で週末を過ごすのがどんなに爽快か考えたことはありますか？絶対に。緑豊かなトレイルをハイキングし、新鮮な空気を吸い込み、素晴らしい景色を楽しむというアイデアは、完璧な隠れ家のようですね。夜に居心地の良いキャンプファイヤーのそばに座って、話を分かち合い、街の明かりから遠く離れた星空を見上げているところを想像してみてください。はい、そして、鳥のさえずりや山頂から昇る太陽の音を聞きながら目を覚ますことは、一日を始めるのにとても穏やかな方法でしょう。さらに、日中は地元のトレイルを探索したり、隠れた滝や美しい見晴らしの良い展望台を見つけてピクニックを楽しむこともできます。それは素晴らしいですね。屋外にいて、テクノロジーから少し離れると、とても活力を与える何かがあります。
まさに、これにより、忙しい生活では難しいことが多い方法で、自分自身やお互いと再会することができます。では、訪れるべき特定の山岳地帯を一つ選ぶとしたら、どこに行きますか？ロッキー山脈を探検してみたいと思います。息を飲むような風景と多様な野生生物は忘れられない冒険になるでしょレッスン23、ショッピングプラン。今週末のショッピング旅行中に購入する必要がある特定のアイテムはありますか？はい、間違いなく新しいジーンズを見つける必要があります。持っているジーンズは少しすり減っているので、冬用のコートもいいでしょう。それは良い計画のように思えます。寒い時期、特に快適に過ごしたいときは、スタイリッシュで暖かいコートを見つけることが不可欠です。まさに、暖かさを保つだけでなく、見た目も良いものが欲しいです。ワードローブに合う素敵な色かもしれません。そして、ジーンズは常に定番です。ドレスアップもドレスダウンも可能で、どんな場面でも多目的に使用できます。絶対に、カジュアルなディナーに出かけるときも、用事を済ませるときも、良いジーンズを履くと自信が持てるようになるのが大好きです。では、これらのアイテムを探したい特定の店舗を念頭に置いていますか？ダウンタウンの新しいブティックをチェックしようと思っていたら、トレンディーな服がたくさんあると聞きました。それは完璧な選択のように思えます。さらに、後でコーヒーを飲み、見つけたものについて話し合うことができるので、一日がさらに楽しくなります。レッスン24、プロジェクトの成功。このプロジェクトの最終段階が近づいていますが、私たちの進捗状況と今後の課題についてどう思いますか？私は慎重に楽観視しています。長い道のりを歩んできましたが、やるべきことはまだたくさんあり、勢いを維持したいと思っています。絶対に、発生する可能性のある障害を克服するには、集中力を保ち、効果的に協力し続けることが重要です。同意しました。残りのタスクを小さく管理しやすいステップに分け、各チームメンバーに明確な責任を割り当てましょう。これは賢いアプローチです。各コンポーネントに体系的に取り組むことで、圧倒されるのを防ぎ、隙間から抜け落ちることがないようにすることができます。そして、途中でマイルストーンを祝うことを忘れないでください。私たちの成果を認めることで、士気が高まり、モチベーションが保たれます。間違いない。私たちの進歩を認めることは、私たちがどこまで進んだかを思い起こさせ、フィニッシュラインに到達するための私たちのコミットメントを強化します。では、このプロジェクトの最終段階で成功に向けて準備を整えるために、今日私たちにできることは何ですか？タイムラインを見直し、懸念事項に対処し、共通の目標を再確認するために、チームミーティングをスケジュールすべきだと思います。レッスン25、おすすめ映画。今週末のショッピング旅行中に購入する必要がある特定のアイテムはありますか？はい、間違いなく新しいジーンズを見つける必要があります。持っているジーンズは少しすり減っているので、冬用のコートもいいでしょう。それは良い計画のように思えます。寒い時期、特に快適に過ごしたいときは、スタイリッシュで暖かいコートを見つけることが不可欠です。まさに、暖かさを保つだけでなく、見た目も良いものが欲しいです。ワードローブに合う素敵な色かもしれません。そして、ジーンズは常に定番です。ドレスアップもドレスダウンも可能で、どんな場面でも多目的に使用できます。絶対に、カジュアルなディナーに出かけるときも、用事を済ませるときも、良いジーンズを履くと自信が持てるようになるのが大好きです。では、
これらのアイテムを探したい特定の店舗を念頭に置いていますか？ダウンタウンの新しいブティックをチェックしようと思っていたら、トレンディーな服がたくさんあると聞きました。それは完璧な選択のように思えます。さらに、後でコーヒーを飲み、見つけたものについて話し合うことができるので、一日がさらに楽しくなります。レッスン26、アパートの夢。最近、自分たちの生活状況について考えているのですが、バルコニー付きの2ベッドルームのアパートがぴったりだと思います。すごいですね。バルコニーがあれば新鮮な空気を楽しむことができ、植物を育てることもできます。まさに、朝、街を見渡しながらコーヒーを飲むことを想像してみてください。リラックスして一日を始めることができます。そして、寝室が増えるということは、窮屈さを感じることなく、ようやく友達と一緒に過ごせるということです。ただし、それに、家族が訪ねる時にもいいでしょう。彼らは自分のスペースを持っているでしょう。私はそのアイデアが大好きです。余った部屋をホームオフィスやホビースペースとして使うこともできます。それは本当です。仕事やクリエイティブなプロジェクト専用のスペースがあれば、集中力を高めることができます。また、ディナーパーティーを開催することも忘れないでください。広々としたリビングエリアがあればとても楽しくなります。絶対に。バルコニーがあれば、夏の間は外でバーベキューをすることもできます。レッスン27、フィットネスの節約。ジムに行く代わりに自宅で運動することでどれだけお金を節約できるか考えたことはありますか？絶対に。ワークアウト動画や栄養ガイドなど、オンラインで無料で利用できるリソースの数には驚かされます。わかってるよね。それに、ジムの時間を気にせず自分のスケジュールも作れます。それは事実です。また、長期間使用できる基本的な機器に投資することもできますが、長期的には安価になることがよくあります。まさに。また、友達をグループワークアウトに招待することもできるので、ジムの料金なしで楽しいソーシャルアクティビティができます。私はそのアイデアが大好きです。自分のスペースでできると、フィットネスをより身近で楽しくすることができます。さらに、一つのジムのメンバーシップに加入しなくても、様々なワークアウトスタイルを試すことができます。ヨガから筋力トレーニングまで、自宅でくつろぎながら様々なクラスを受講するようなものです。そして、ジムに通勤しなくてもどれだけの時間を節約できるか考えてみてください。レッスン28、ルームサービス。それで、今夜の夕食にルームサービスを注文するのがいいかもしれないと思っていたのですが、どう思いますか？楽しそうですね。部屋でくつろぎながら居心地の良い食事を楽しむというアイデアが大好きです。何を注文しますか？何か心地よいものが食べたい気分です。例えば、クラシックなチーズバーガーにフライドポテトを添えて。どう思いますか？それは魅力的に聞こえますが、グリルチキンのシーザーサラダなど、もう少し軽いものを選ぶかもしれません。いつでも最高のチョイスです。偉大な頭脳は同じように考える。そして、注文にデザートを加えることも忘れられません。チョコレートケーキのスライスがきっと気に入るはずです。絶対に。特に長い一日の後に、チョコレートケーキに抵抗できる人はいますか？自分へのご褒美にぴったりです。それではルームサービスに電話します。リラックスして夜を楽しんでいる間、美味しい食事を食べるのが待ちきれません。それがスピリットだ。この方法でくつろぐのは素晴らしいことです。
夕食をすぐに提供してもらうと、さらに特別な気分になります。まさに。それに、食事をしながら映画を見ることができるので、一緒に夜を過ごすのに理想的な方法です。レッスン29、グリーンヘア。フェスティバルのために髪を緑色に染めたくなったけど、とりあえず延期することにした。それは面白い選択です。緑の髪なら間違いなく主張できるけど、なぜまたいのかわかるよ。最近は全然流行っていないので、とりあえずもう少しクラシックなルックスを保ちたいと思います。まさに。特に大胆な変更について確信が持てない場合は、より時代を超越したスタイルを選ぶ方が良い場合があります。それに、しばらくの間、緑の髪を使わずに暮らすことで、自分の全体的なスタイルや本当に欲しいものを再考する機会が得られるかもしれません。これは賢いアプローチです。時間をかけることで、長期的に見て満足できる決断を下すことができます。絶対に、私が何かを変えたとき、それが一瞬だけでも満足できるものであることを確認したいのです。自分自身を表現することと、自分の肌で心地よく感じることの間の適切なバランスを見つけることがすべてです。確かに。そして、もしかしたら、緑の髪よりも私をワクワクさせる別の色やスタイルが見つかるかもしれません。レッスン30、朝のルーチン。私は毎朝7時に起きます。これで一日をうまく始めるのに十分な時間があります。実際、私は少し早く、6時30分頃に目を覚ますと、これからの日に備える準備が整うことが分かりました。それは印象的です。こんなに早く起きてから、普段は次に何をしますか？私は1日をコップ1杯の水で水分補給し、その後数分間ストレッチをして体を目覚めさせるのが好きです。すがすがしいですね。普段はシャワーを浴びてすぐに飛び込むだけですが、ルーティンにストレッチを加えることも考えています。特に1日中机に座っている場合は、本当に違いがあります。緊張を和らげ、柔軟性を保つのに役立ちます。それがわかるよ。シャワーを浴びた後、私は大抵朝食を作ります。朝食は朝の最も重要な時間の一つだと思います。絶対に。美味しい朝食はその日の残りの時間を決めます。あなたは普段何を食べますか？私は大抵フルーツとナッツが入ったオートミールを食べます。満腹感とエネルギーを与えてくれます。